やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、最近、14mm クラスの平面磁気ドライバーイヤホンが盛況だ。今回紹介するブランド、ゲンハイファイは、すでに P1、P2 と、他社に先駆けて、低価格な平面駆動イヤホンをリリースしてきた。と言っても、平面駆動イヤホン自体のコストがかかるせいか、2万円から3万円くらいは見ないといけなかったが、国内には、10mm の P1 プラスと、インピーダンスを引き上げまくってなぜか扱いにくい P2 プラスのみが販売されてたな。そんなこんなで、ほとんど平面駆動機の中で安価な地位を欲しいがままにしていたゲンハイファイだったんだけど、ここに来て、14mm クラスの平面磁気モデルが大量に発表。当チャンネルでも、ミューズハイファイのパワー、7Hz のタイムレス、そして、レトシャオアーの S12 を紹介させてもらったぞ。これに対し、現行までのゲンハイファイの平面駆動ドライバー採用モデルは 10mm と 12mm。平面駆動モデルは、通常のダイナミックドライバーに比べて、低音量が控えめなものが多く、よりでかいサイズのものになるほど、低音と周りの表現力に自然さが増していく。つまり P2 と P1 は、サイズが小さくなる順にどんどん高精細、明瞭なイヤホンになるんだけど、ひっくり返すと、低音域、サブベースから発せられる臨場感という点で、ゲンハイファイにも 14mm のイヤホンの登場が望まれていたんだ。そんな流れの中で、今回登場したのが、ゲンハイファイの P1MAX。他社と同様、14mm クラスの平面ドライバーを搭載した、ゲンハイファイの平面イヤホンの新標準機だ。ちなみに、どこもかしこも 14mm クラスのドライバーを使っているので、同じかなと思いきや、上は 14.8mm から下は 14.2mm まで、ミリ刻みで直径が違ったりする。結局のところ、同じ技術を使っているのには違いないけれど、どうやらドライバーはそれぞれオーダーして作ってるみたいなんだよな。P1MAX は、ゲンハイファイの P シリーズの中で、初めてのレジンシェルを持つイヤホンだ。P1 は亜鉛系合金、P2 はアルミニウム系合金だったので、それぞれ住み分けができてるな。振動板のサイズが大型化したことも相まって、でかいことをイメージさせるジャイアントパンダのニックネームを与えられている。他社同様、14mm の土俵に上がってきた、ゲンハイファイの新作だ。その実力は、果たしてどのようなものなんだろうか。詳しく見ていこう。まずは外観。一般的な成人男性の耳になら問題なく収まるサイズ。あまり突起などもなく、耳の形がメーカーの想定とは違う人も、安心して使用できるだろう。実際、余計な重量物がないこと。また、ノズル周りが一番盛り上がっていて、それ以外が飛び出していない設計のおかげで、特に2ピン端子周辺が耳に当たる印象がなく、快適な使用感だ。14mm のドライバーを、どう扱うか、が、この手の平面駆動ドライバーの課題だと思うんだけど、P1 のハウジング形状は、見事にそれを解決していると思う。P にも装着感の良いイヤホンだったので、この路線が続くのは嬉しいな。笹の葉模様をイメージしていると思われる、フェイスプレートのデザインは、細い銀のラインで引かれていて、目立ちすぎず良い塩梅。リケーブルは、火埋め込みタイプの2ピン端子となっているぞ。付属品はシンプルになっていて、巾着タイプのポーチ、イヤピ、そして、取り回しやすいケーブルとなっている。ケーブルは表面摩擦が少なく、柔らかいもので、このケーブルでも、明瞭な平面駆動の中高音域のキレとバランスを阻害しない。標準ケーブルで使っても、満足な仕上がりに感じるだろう。外装に関しては、今回も良い塩梅に仕上げてきた印象があるな。同じ樹脂外装、14mm ドライバーを採用する、ミューズハイファイパワーよりも、少し耳側がシェイプされていて、装着感がきつくないと感じたぞ。その外装の中身に収まってる、中身について話していこうか。P1MAX の中身は、もちろん単発の平面磁気ドライバーだ。サイズは 14.2mm。振動板はアルミニウムであることが明かされてる。何気に、入力に優しくて、より小さな振動板だった P2 よりも鳴らしやすい、16オームのイヤホンになってるぞ。スマホとかでも十分鳴らせるけど、高音とかの不備にすごくうるさいイヤホンなので、できれば、ちゃんとした DAC とかを間に挟んであげてほしいな。14.2mm 派、最近発売された 14mm クラスのドライバーの中では小さいクラスに属する。ミリ単位といえど、そもそもイヤホンのドライバーは小さいので、結構違いがあるはずだ。採用されているケーブルの線材は、単結晶銅。メッキとかはなし、素直な平面磁気駆動のドライバーの素性をきれいに引き出してくれるはず。それから、こういうスペックをニヤニヤしながら見たい人には嬉しい、振動板の厚みまで公開されてる、2ミクロン、という数字がきちんと出てるのは、自分の知る限りこの P1MAX だけだな。というわけで、14.2mm のドライバーを、低出力でも満足に動かせる。でもって、樹脂製のハウジングは、他の大型イヤホンと比べても、誰にでも合わせやすい。ただし、でかいことは忘れずに、付属品はめちゃくちゃシンプルで、2ピン火埋め込み端子採用だ。
なるほど、取り回しやすい。買っても後悔しなさそうなスペックなんだけど、特に重要なのは音質だ。音色について見ていこうか。P1Max を最初に聞いた印象は、中音域あたりの余韻、残響が少なく、ハキハキとした鳴り方、ということ。平面駆動機は今までいくつか聞いてきて、余韻を大事にして、中低音域あたりが豊かになってるタイプと、余韻がほとんどなく、高音から低音までがシャープに響くタイプがあったんだけど、P1Max は後者に分類されるな。現ハイファイのイヤホンは、過去に P1 と P2 を聞いたことがあるんだけど、P1 は、小径ゆえにかなり高音域がシャープに出力されて、非常に緊張感のある高音域が楽しめた。P2 は、アルミニウムハウジングと 12mm のサイズ感も相まってか、低音は出るもののあまり強くなく、やはり、中高音域あたりの美しさを楽しむイヤホンだった。14mm になった P1Max は、それらの高音域の明瞭さ、美しさを保ちつつ、低音域についても、必要十分を超えて、満足十分な量を提供できるようになったイヤホン、というイメージが強い。その中でも、平面磁気イヤホンたちの中でも感触より、アルミハウジングを使っている、ライバル、シャオワーの S12 に並ぶくらい、残響がシャープで少ない。出力される音が遅れなく明瞭に出力され、そして、余韻を最低限残して、やはり足早に消えていく。平面磁気の正確な音色をしっかりと聞き取りたい人に相性の良い高音域だ。僕はこの要素の部分から、もっぱら S12 派なんだけど、ジャイアントパンダも全く見劣りしない高音域から中音域を備えるぞ。ハウジング内であんまり余計な反響をさせないようにしてる、ということなんだろうか。中音域も、まるで反射するものが全くない草原で聞いているような感覚、周りにほとんど音を返すものがなく、吸音材のあるスタジオとか、そういった場所みたいな聞こえ方だ。余韻や響き、音の厚みが欲しい人には、7Hz タイムレストミューズハイファイパワーが相性が良さそう。どのモデルも平面磁気らしい明瞭さや、ダイナミックドライバにはない、音色が整理、分割されて聞こえてくる感じがあるんだけど、その中でも、P1Max は、音色に響きや豊かさをプラスせずに、反応の良さや高音の精密さなどで勝負してくるタイプのイヤホンだと思う。アルミニウム製で、高音をより伸びやかにしてくるはずの、S12 と比べても、高音の伸びは負けてないな。空間は、さっきもちょろっと言ったんだけど、天井や壁を感じない、空中から反響要素なくスピーカーが鳴ってるような空間のイメージだ。とても広く感じられるので、空間表現が気になる人にもおすすめだな。同じ感触傾向の S12 の場合、アルミニウムによる響きの要素があるので、これほど何にも反射しない感じはないぞ。さらに、高音域は、平面磁気ドライバでしか味わえない明瞭さがある。明瞭、かつ反射、残響のない音色、かつ、台形化による低音域の臨場感の増加、というのが P1Max の魅力だな。音色を分解して見直してみよう。高音域、精細であんまり反響の影響を感じない、平面磁気ならではの歪みのなさが存分に楽しめる音質だ。中音域、ここは余韻などはあんまり残らないんだけど、ボーカルも気持ちよく聞くことができる。声量がないボーカルでも、綺麗に聞けるけど、よりパワフルな歌声とかは、もうちょっと余韻があった方が気持ちよく聞けるかも。ただ、この表現はこの表現でとても良い。そして低音域、量感が十分あり、過去の小型平面駆動機と比べて、14mm のバランスが優れてることがわかる。ライバル、S12 の方が、量の面ではよく出ている。全体に、余韻なし、精密さ最大、そして、過去のケンハイファイ系になかった、低音域をプラス、といった仕上がりだな。そんなわけで、P1Max は、大型ドライバ由来の装着感の問題を最大限解消しつつ、過去のケンハイファイの P シリーズから、低音域の物足りなさを補正したモデル、といった印象、特に、響きを排してクリアに聞こえる、音が多くなっても、きちんと分かれて聞こえる、といった、平面磁気駆動ドライバの旨味が最大限引き出されている印象だ。そこら辺の印象は過去の P シリーズと同様なんだけど、低音が増えると一気にスケール感が増すので、過去の P シリーズが好きな人も、ぜひ一度聞いてみてほしいな。おすすめだぞ。こんなところだな。今月中あたりに、一気に4機種触った、14mm クラスの平面磁気ドライバの比較をしたいと思ってる。正直、どれも似てるのかな、と思ってたんだけど、触るほどに個性が読み取れて、なかなかに面白かったぞ。P1Max は4機種の中で最後に触ったんだけど、やっぱり個性を感じる出来だった。さすがに4機種全部、とはいかないけれど、自分の好みの1台、見つかることを祈ってるぞ。といったところで今回はここまで。GAH-MAX とナイス HCK ユースは絶賛聞き込み中だ。